はい、どうもこんにちは。今回はゲーミングチェアについてお話をしていきたいと思います。以前ね、ご紹介させていただき、ずっと愛用させていただいているエイムチェアさんの新モデル、エイムチェアプロが登場いたしました。東京ゲームショウで展示されていたから、めちゃくちゃ気になっていたこちらのチェアなんですけど、マジでね、すごいよ。何がすごいのかね、せっかくなので、無印モデルとの比較もしながらご紹介したいと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、変更点からまずご紹介していくんですが、大きく挙げるとね、5つありますね。まず1つ目が、フレームが金属筐体になりました。耐久性や堅牢性が向上し、何より高級感が増しています。無印モデルも耐久性とかは丈夫なので、この見た目の高級感のアップが大きな効果になるのかなと思っています。そして2つ目が、ウレタンクッションがより厚みや密度が増して、座り心地が良くなっています。実は無印モデルのレビューをした時に気になる点として挙げさせてもらってまして、クッション座面自体はね、しっかりしていますが、個人的にはもう少しだけ厚みが欲しかったので、そこが改善されていてマジで座ってみた時の感覚が違うと思います。無印モデルもね、決して座り心地が悪いわけではなく、もうちょっとあればなおいいのになという感じだったんですけど、長時間の作業やゲーム時にね、この違いってやっぱ顕著に感じましたので、個人的にはプロモデルがおすすめかなと思います。で、なおかつプロモデルからですね、メッシュ座面も選べるようになっているんですが、個人的にはこの AM チェアの魅力ってクッション座面であることっていうのも一つの要素になっているかなと思っています。正直メッシュ座面はね、オフィスチェアとかでもいろんな選択肢出てますので、そこでの優位性や差別化を図るのって結構難しいと思うんですが、クッション座面の高機能チェアってまだまだ選択肢が少なくて、ここが選べるのはやっぱりいいですよね。はい。そして3つ目が、背もたれ部分の高さ調整機能ですね。プロモデルからここが上下に動いてくれまして、ランバーサポートなどの高さも変えれます。リクライニングに合わせて動いてくれますので、より自然に姿勢の補助をしてくれますね。また4つ目はアームレスト部分が変更となっています。座面ではなく背面に連動するようになっていまして、リクライニング時にもついてきてくれます。また、高さ調整やリクライニングのロック機構がアームレスト部分につきました。このレバーによってかがまなくてもすぐにオンオフできますので、ストレスフリーになっていますね。ちなみに座面の前後調整やリクライニングの硬さ調整は座面部分にあります。そして5つ目がですね、保証期間の長さですね。なんと業界最高水準の8年保証となっています。チェアって決してね、安い買い物ではないので、長く使えるのは本当に嬉しいですよね。というか、ここまでの保証期間つけれるのって、製品に対する自信というか、こだわりがね、感じられますよね。マジですごい。その分価格はね、それなりの値段にはなっていまして、無印モデルが約5万円ほどだったのが、プロモデルは約10万円ほどと2倍近くにはなっちゃってます。ただ、ここで考えてほしいのが、保証期間8年間ありますので、実質ね、年間約1万2000円ちょっと。月で考えると、約1000円ちょっとで買える。そんな考え方もできちゃいますよね。ほんと毎日使うものなので、椅子に投資するってことはね、自分への体の負担だったりとか、健康面でもやっぱり重要ですし、広い目で見るとやっぱり作業効率とかにも関わってきますので、実質月1000円なのであれば、迷わず買っちゃっていいんじゃないかなと思っています。特にこの AM チェアプロは、もともと日本人向けに設計されているチェアなので、座面の奥行きとかも浅めに設定できますし、座面の高さも約43センチからと低く設定できますので、背の高さも160センチくらいからフィットするようになっています。そういった面でサイズ感や座り心地で後悔しにくいチェアになっていますので、ネット購入で失敗したくないという方にもちゃんとおすすめできるチェアになっているかと思います。あと地味にキャスターの素材が良くなっていて、よりスムーズに動かせるようになっていました。はい、ここまでね、AM チェアプロになって変更点、良くなった点っていうところをご紹介したんですけれども、とはいえね、やっぱ完璧かと言われると100%ではないと思いますので、ちゃんとね、そちらもお伝えできればなと思います。ちょっとね、気になった部分としては、2つかな。1つ目がヘッドレストが後付けできないことですね。今回プロモデルはヘッドレストありのモデルとなしのモデルの2種類展開となっていまして、最初に選ぶ形となっています。
もうフレーム部分から異なる仕様になっていますので、後付けしたりの変更ができないんですよね。個人的には部屋の圧迫感が減って、デスクにもマッチしているので、このヘッドレストなしモデルが気に入っているんですけれども、無印モデルはここが取り外し可能だったので、それこそ気分に応じて変えたりとかもできていたんですが、今回はそれができないという仕様になりますね。ちょっと難しいとは思いますが、後付けできる別売りパーツも出てくれると嬉しいなって思う人はいるんじゃないかなと思いました。また、2つ目がですね、リクライニング機能の硬さ調整が段階式で、ちょっと柔軟性が少ないという部分ですね。多分ね、4段階調整できまして、一番緩めるとですね、反発がなさすぎて、ぐんと後ろに行っちゃって怖いので、実質使えるのは3段階だと思っていて、で、一番硬い設定は結構がっつりというか、もうほとんど固定と変わらないぐらいだったんで、ちょうどいい硬さを選ぼうと思うとね、2段目か3段目かの2択になっちゃうんですよ。なので、ここはね、無段階調整だったらなお良かったなとは感じました。とはいえ、無段階調整ってね、かなりぐるぐる回さなきゃいけないっていうデメリットもあるので、シンプルなこの段階式の方が良いという方もいるとは思うので、結構好みが分かれる文化とは思うんですけれども、一応ね、お話ししておきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はおすすめできるゲーミングチェア、エイムチェアプロを紹介させていただきました。この選択肢はね、かなり後悔しづらく、かつ長く使えるゲーミングチェアなので、今、買い替えを検討されている方や、新しくゲーミングチェアを準備したい方には、ぜひね、候補に入れていただきたいなと思います。今後ね、無印モデルで出ていたオールホワイトモデルも出てくるかとは思いますし、あと TGS でお話を聞いていた、なんとデスクのね、リリースの予定もあるようなので、今後もかなり注目していきたいと思っています。こちらのチャンネルではこういったデスク周りのお話でしたりとか、あとは撮影機材等々のお話をしているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますと、すごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。